仕事に対するモチベーションが下がったとき、どのような対処をされていますかということですね。仕事っていうのは、必ずこういうことを実現していく、あるいはこういう状態を得る、そのためのプロセスであったりね、それからその一つの全体像の中の一つのこの過程であったり、あるいはそこへ向かうためのステップであったり、あるいはその一つのこの仕事を分解していった時のこの一つの作業であったりというのを私たちは仕事って呼んでますよね。で、そもそも取り組んでいること自体に何か自分が成し遂げたいこととか、やっぱり目的、そこにゴールがないものに関しては私はやらないというか、あんまりね、そういうことはしませんので、必ずどんなに分解して作業レベルに分解してやっていることであっても、これがこういうふうにつながってこうなってるんだなということを理解した上で仕事しているので、例えば単純作業を繰り返していて疲れたなと思うことはありますよ。それはでも体が疲れたなとか、その作業自体で筋肉が疲れたなって、それは休むということをしますけども、それをやっていたことによってこうなるみたいなものがあると、そもそもモチベーションみたいなものは下がらないですよね。だからモチベーションが下がるっていうことは、おそらくその仕事がどのようにその後のゴールに結びついていくのかっていうことが見えなかったり、何かちょっとね、ハードにそのことについて集中しすぎたりして心や体が疲れてしまってるっていう時、体調が悪い時、そういう時になんかモチベーションが下がったみたいにして思うかもしれないんですけども、でもそもそもその仕事をして最終的にこういうゴールに結果に結びつけたいんだみたいなものがあれば、疲れたなとは思ってもそうそうモチベーションみたいなものっていうのは下がらないんですよね。で、じゃあでもそうは言っても何かモチベーションが下がった時はどうしたらいいのか。仕事っていうのはそもそもモチベーションが下がろうが上がろうが、それをやることによってこうなるっていう、そうやって設計されているはずなんですね。それがどこへどうなるかわからないような仕事っていうことはないので、これをやったらこうなるということの一部を、あるいは過程を仕事として関わっていると思うので、それをでもやらなかったらそれ進んでいかないんですよ。だからモチベーションが下がろうが上がってようが、それはやる。これが基本スタンスです。でもその上で、やっぱりこれ何のためにやってんだろうっていう、この全体像が見えていると、そうすると、ちょっと疲れたなと思うことがあっても、モチベーションが下がってもどうしようもないんですっていうことにはならないと思いますね。で、何度も言いますけども、それは仮にモチベーションが下がったとしても、それをやらなかったら、その仕事は進んでいかないので。だからモチベーションは下がろうが上がろうが関係なくやる。これはもう前提です。仕事ですから。なので、仕事をモチベーションを持てる持てないでやらない方がいいと思いますね。そのモチベーション下がろうが上がってようが関係ないというふうにして仕事はしていかないと全然進まなくなります。いちいち自分の感情で今日はモチベーションが下がった上がった。で、そんなことで、やらないとか、もうやる気がしないとか、いうことがそもそももうそこが間違いかなと思いますね。それはもう仕事じゃないでしょう。自分の趣味や好きなことであればモチベーション等のこのってありますけど、仕事ですから。それを個人のモチベーションによってどうのこうのっていうことに耳を傾け始めちゃうと、そうすると仕事全体っていうのはやっぱ崩れていってしまいますから、ぜひそこはですね、モチベーション下がったらどのような対処をする、下がっても上がってもとりあえず自分の与えられた役割という責任というのはちゃんと果たすっていうことですね。で、それとその仕事が何につながっているのかってことがやっぱり分かると、そうするとなかなかブレにくくなると思います。で、そもそも
モチベーションがその下がるっていうような仕事を生活のために無理やり続けていけば病気になりますから。そういう時はもうやめる。そう。でも、多くの人たちお話聞いてると、その仕事が、どういうところへつながっていくのか、どういう自分のやっていることがどのようにして、それが仕事の全体像に影響しているのかっていうことが、理解が乏しかったりするがゆえに、なんとなく歯車の一部をただ動かしているような感覚で、モチベーションが下がったっていう方が多いような気がします。